らした心理テクニック。心理学は私たちが人生をより豊かに生きるための指南書です。この動画では心理学の基礎的な概念から実践的なテクニックまでを解説し、あなたがより充実した人生を送るためのヒントを提供します。引き寄せの法則を量子学的の観点から考える。自分自身が現実を引き寄せるために必要なこと。こんにちは、皆さん。私は心理カウンセラーのラヒタと申します。今回は引き寄せの法則を量子学的の観点から考えてみたいと思います。引き寄せの法則とは、まずは引き寄せの法則とは何か簡単に説明します。引き寄せの法則とは、自分が発する思考やエネルギーが自分の周りの現実を引き寄せるという考え方です。これは量子学的の見解からも解釈することができます。量子学的の見解。量子学的においては、微小粒子の状態は波動関数によって表され、波動関数は観測者が測定することによって確率的に決定されます。この現象を引き寄せの法則と考えると、自分が望む現実を引き寄せるためには、自分自身がその現実を実現するための状態になっていることが必要であるということになります。二重スリット実験。量子学的における引き寄せの法則をより具体的に理解するためには、二重スリット実験を紹介する必要があります。二重スリット実験では、光や電子などの微小粒子を2つのスリットを通して照射すると、干渉縞と呼ばれる模様が現れます。この現象は、微小粒子が重ね合わせ状態にあることを示しています。粒子を一粒一粒観測すると、粒子を一粒一粒観測する場合、各粒子はスリットのどちらかの通過口から通過し、スクリーン上に一つの点として観測されます。つまり、粒子がスリットを通過すると、どちらかのスリットに属するか、もう一方に属するかが確定し、干渉縞は現れません。このように、粒子が観測されると、粒子が位置と運動量の両方の値を確定することができます。つまり、粒子は粒子性を持ち、位置と運動量は同時に確定することができるということを示しています。一方で、二重スリット実験では、粒子を一度に複数放射し、その集団の分布を観測することで波動性を確認することができます。粒子の波動性と粒子性は、状況によって異なるため、観測方法によってその性質が変化することが示されています。引き寄せの法則と二重スリット実験の関係。ここで、二重スリット実験における微小粒子の状態と、引き寄せの法則における自分自身の状態との関係について考えてみましょう。二重スリット実験において、微小粒子が2つのスリットを通過する前の状態は、重ね合わせ状態であると考えられます。同様に、引き寄せの法則においても、自分自身が現実を引き寄せるためには、自分自身が現実を実現するための状態になっている必要があります。引き寄せの法則の実践方法。引き寄せの法則を実践するためには、自分自身が望む現実を実現するための状態になることが大切です。つまり、自分自身が望む現実をイメージし、その現実が実現した時の気持ちや感覚を味わうことが必要です。そして、そのイメージや感覚を持続的に保つことで、自分自身がその現実を実現するための状態になることができます。引き寄せの法則の限界。引き寄せの法則は、自分自身が現実を引き寄せるための力を持っているというポジティブな考え方です。しかし、これには限界があります。
現実を引き寄せるためには、自分自身が望む現実を実現するための状態になることが必要ですが、現実が複雑であったり、自分自身にとって難しい課題であったりする場合は、単純に引き寄せの法則だけでは解決できないこともあります。引き寄せの法則は、成功した人たちにも利用されているようです。以下は、引き寄せの法則を実践して成功を収めた人たちの例です。ジム・キャリー。俳優のジム・キャリーは、若い頃から引き寄せの法則を実践していました。彼は、自分自身が望む現実を実現するために、自分が望むことをイメージすることで、現実を作り出すことができたと語っています。ウィル・スミス。俳優のウィル・スミスは、自身が成功するために、引き寄せの法則を利用しています。彼は、自分自身が望む現実をイメージし、その現実を実現するために努力することで、成功を収めることができたと語っています。リサ・ニコルス。自己啓発作家のリサ・ニコルスは、引き寄せの法則を実践することで人生を変えることができたと語っています。彼女は自分自身が望む現実を実現するためにポジティブな思考を持ち続けることが大切だと説いています。これらの成功した人たちは引き寄せの法則を実践して自分自身が望む現実を実現するための状態になり成功を収めることができました。まとめ。今回は、引き寄せの法則を量子学的の観点から考えてみました。量子学的においては、自分自身の状態が自分が望む現実を実現するための状態であるかどうかが重要であることが分かりました。そして、引き寄せの法則を実践するためには、自分自身が望む現実を実現するための状態になることが大切であることも分かりました。ただし、現実が複雑であったり、難しい課題であったりする場合は、単純に引き寄せの法則だけでは解決できないこともあることに留意する必要があります。以上。私たちが心理学の知識を実践することで、周りの人々にも良い影響を与えることができます。私たちが自分自身に対する理解を深め、より健康で幸せな人生を送ることができるようになると、周りの人々も同様に影響を受け、より良い関係を築くことができるでしょう。この動画を視聴することで、あなた自身や周りの人々がより健康で幸せな人生を送ることができるようになることを願っています。心理学の知識を実践することは簡単なことではありませんが、少しずつ取り入れていくことで、自分自身と周りの人々との関係を改善し、健康で幸せな人生を送ることができるようになるでしょう。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。